次回の究極対至高のメニューの対決ですが、ご飯を美味しく食べるおかずをテーマにしたいと思うのですが。ご飯のおかず？いや、確かにご飯のおかずというのは漠然としすぎています。ですからおかずの材料を限定するんです。例えば1回目は魚を材料に、その次は野菜という具合にすれば、ご飯のおかず編で何回か勝負ができて面白いと思うんです。究極のメニュー側の承諾はいただいております。飯のおかずというのは盲点だった。懐石料理をはじめとして日本の献立の組み方は、料理を次々にいくつも出して最後に飯を香の物と味噌汁などで食べるのが常だ。飯のおかずなどというのは大衆食堂の考えるようなことと今まで軽蔑していたが、それは間違いだったようだ。いかなる料理にせよおかずという形にして飯と組み合わせると袋小路に入りやすい日本料理にのぶとい生命力を取り戻させるきっかけになるやもしれぬ。至高の飯のおかずやってみよう。山岡さん、山岡さん、着いたの？なんだまだかい。飯のおかずなどという極めて日本的な発想にふさわしく、1回目の対決の材料は大根にしよう。そうなんじゃないっすよ。どうして大根なんでしょうかね。大根を食べるのはアジアの人たちが主なんです。でも中国、韓国、朝鮮での大根の食べ方は限られているからな。それに比べて日本人の大根好きは格別だ。海外に暮らす日本人が一番欲しがる野菜が大根だとも言われているんです。貝原雄山は日本人に馴染みの深い、しかもありふれた材料で勝負を挑んできたんだわ。山岡さん、着きましたよ。はい。それでは究極対至高の対決、ご飯のおかず編第1回目でございます。今回は貝原先生のご提案により、米とともに日本人に欠くことのできない野菜である大根を材料に勝負していただきます。それでは究極のメニュー側からお願いします。今回の対決はご飯のおかずがテーマです。であるならばおかずより以前にご飯に最大限気を配るべきであると考え、究極側は宮城の笹錦を使用しました。もちろん有機無農薬で栽培してもらった米です。それを羽釜を使い重い木の蓋をしてかまどで炊き上げました。しかしどんなに上手に炊き上げてもその後の取り扱いが粗末では何の意味もありません。直ちにおひつに移し布巾をかぶせ蓋をする。飯の余分な蒸気はおひつの木の肌に吸われ、立ち上った蒸気は布巾に捉えられ、飯の表面に落ちることはない。こうすることによって飯は一粒一粒がふっくらしっとりと保てるのです。おお、この匂いなんとも言えん香りじゃ。銀シャリっちゅう言葉があるけんど、尊いまでの艶と色やな。けんどこのご飯普通のより香りが強い気がするな。はい、香り米を使いました。香り米？笹錦に高知の香り米ヒエリを 10% ほど加えて炊きました。香り米、話には聞いていたが、これが
普通の米に比べ香り米は色形が違い、生でもその匂いはかなりのものです。元来米のうまみ成分のアミノ酸の中には硫黄を含むものが多く、米を炊くとそのアミノ酸が分解されて硫化水素のような化合物を作る。温泉に行くとよく経験するあの匂いです。炊きたてのご飯からは微量ではあるけれど、そのような匂いがします。一方、コーヒーや焼きたてのパンなどの香ばしい匂いの成分はカルボニル化合物です。香り米を炊いて得られる匂いはそのカルボニル化合物が多いのです。つまり香り米を普通の米に混ぜるだけでご飯はふっくら味わい深い香りがするわけです。こりゃはよこの飯に合うおかずが欲しゅうなるな。それでは究極のメニュー、ご飯のおかずです。これは。はい、大根おろしです。この大根おろしは鬼おろしでおろしたものです。普通の大根おろしと違って、この鬼おろしでおろすと粒が粗いのが特徴で、これをみぞれおろしと呼ぶ人もいます。まずこの大根おろしをご飯の上にかけてください。そしてその上にこのタレをかけて、あとはかき混ぜてお好きなように召し上がってください。しかしなんとまあ大胆な食べ方なんじゃ。私大根おろしに目がなくってね。なんという、これはただの大根おろしやない。タレもただのタレじゃない。この大根の不思議な甘酸っぱい味、このタレの濃厚にして癖のない味、これは一体どうしたらこんな味が出るんだ。この大根おろしの作り方は至って簡単。まず青首大根を1本用意してください。それを丸ごとぬかみそに一晩つけてから鬼おろしでおろします。それがこの大根おろしです。なるほど、甘酸っぱい味の秘密はぬかみそにつけたためか。生の大根ではこの風味は出んからな。タレはどないに作ったんや。はい、タレもごく簡単で、最上の鰹節をこれでもかというほどたくさんの量を使って取った出汁にお醤油で味付けをしたものです。ぬか漬けの大根おろしに鰹節のタレ、日本料理の基本にのっとっておるわ。それをうまいこと組み合わせただけでこんな深い感動を与える味を作り出すとは。では続いて至高のメニュー側お願いします。我々が使ったのは新潟産のコシヒカリと山形で麝香米の名で知られている香り米です。おお、こっちも負けず劣らず香りや。色艶が素晴らしい。そしておかずは大根のステーキです。大根のステーキ、これが、表面は焦げ目がついて乾いておる。そして肉を焼いたような香り。なんと中はこってりした肉汁の味や。そう言われてみればステーキという印象がぴったりじゃ。大根は三浦大根を使い、大きく輪切りにして牛のだし汁で煮込む。このだし汁を作るのに少々手間がかかる。牛の大腿骨、あばら骨などは砕き、軟骨、赤身の塊、ヒレ、ロース、要するに牛のおいしい部分は脂身を除いて全部煮込む。十分に出汁が出るまで煮てこす。こうしてできた出汁を煮詰める。濃厚になったところで一旦湯がいた大根を入れる。ゆっくり静かに煮て大根にたっぷり出汁を吸わせる。出汁に味はつけない。十分に出汁を吸収したところで取り出し、表面の汁を切る。炭火の上にこの大根を乗せ、溶かしバターを塗り、
こんがり焼けたところで醤油をハケで塗って表面が乾くまで焼くと出来上がりです。口の中に牛の旨味と大根の旨味がぎゅーっと溢れてな。飯のうまさをこんなに感じさせてくれるおかずは初めてだ。まっこと米の飯は不思議や。おかずのうまさを10倍にも100倍にもする力を持ってると同時に、おかずがうまければ飯自体のうまみも何倍にもなりよる。なあ貝原藩、これも香り米の力かの。その影響はかなりあります。いやしかし私は香り米を使うのが必ずしも良いとは思わない。米とはいえ混ぜ物は混ぜ物。コシヒカリの風味を純粋に味わいたければ、やはりコシヒカリだけ炊いて食べるべきだ。であるのに香り米を使ったのには理由がある。でその理由とは？香り米の稲は一般に丈が高く倒れやすいので作りづらい。しかも一株あたりの穂の数も少ないので収穫量も少ない。それなのに香り米を作るのは、日本人が米の飯の味と香りを追求するのにどれだけの情熱と努力を傾けてきたか物語るものだ。しかしそんな日本の米作りの伝統も今や大変な危機に遭遇している。米の輸入が自由化されると安い米が国内にどっと入ってくる。米を食べる側が味は二の次に安ければそれで良いと輸入米の方に飛びつくのは目に見えている。日本の米作農家は輸入米と同じ価格で米を売ったのでは立ち行かない。日本の米作りは滅びることになるだろう。一旦失われた技術は再生するのは難しい。日本の米作りは二度と再びよみがえらない。そしてもっと恐ろしいのは味覚の伝統を失うことだ。カリフォルニア米の方が日本の米よりおいしいなどとざれ言を言う人間が増えてきたのはその前兆だ。味覚の発達していない子供たちが最初からカリフォルニア米などを食べさせられれば、味と香りに無関心な人間に育つ。苦労してまで香り米を作ろうという情熱は理解されなくなるだろう。日本の味覚の伝統はすでにハンバーガーとフライドチキンという二大ジャンクフードで大きく損なわれている。これに加えてファミリーレストランチェーン店でカリフォルニア米の飯を食べれば日本人の味覚の破壊は完了する。今回香り米を持ち出したのは皆さんにもう一度米について真剣に考えてもらいたかったからだ。香り米はコシヒカリ、笹錦、あるいは秋田小町、一目惚れなどと同じに日本人が米の飯に注いだ愛情と情熱が結晶したものだ。その米に対する愛情と情熱が安い輸入米の波に押し流されてしまうことの無残さを皆さんに考えてもらいたい。結局その日の究極対思考の対決は引き分けに終わりました。シロー、お前にはこれくらいのことしかできんのだろうな。何のことだ？米だよ。米をこのまま放っておくのかとお前に聞くだけ無駄か。お前ごときに何ができるわけでもなし。何？おい！貝原雄山の言った一言がその後山岡さんと私をとんでもない事件に巻き込む原因になるなんて、その時は夢にも思いませんでした。
地下道を行く人波が途切れると月明かりさえ眩しいねこんな日はああ気持ちの先がときめきの境界線からちょっとはみ出しそうそばにいるとだんだん気になる気がなるふりしてくのかだんだん涙が心に隠しきれずにだんだん切なくだんだん寂しく好きなの音聞けたらいいのにね日米米戦争。来たぞ。アメリカの対日強硬派で知られる民事党上院議員ダン・フォスター氏が1週間後に開かれる日米貿易交渉のため来日。来たかとうとう。日本政府もついてませんよ。フォスターのアメリカでの日本叩きは有名ですからね。当然今回も米の輸入自由化問題が焦点になるんでしょうが、日本の政治家もここは一つ腹を据えてかからんと手痛い目に遭うぞ。まったくですな。婚約した？はい。ミサはお前がこんな美人としかも外国の女性とそうかそういうわけだったのか。は？文化部から外信部へ移ったのはこんな美人がいたからか。うまいことやりやがって。いやそこへ行くと我が文化部には花がないよ。花が乳母桜なら結構いいんだけどねえ部長、我が部にも勤労意欲をそそるようなパーッとした花を入れましょうよ。パーッと誰が乳母桜ですって？副部長、最近セクハラで会社辞めてく人って結構いるんですよね。いやそうだ原稿の締め切りだ。噂通り文化部って変わった人がいるのね。もっと変わった人がいるんですよ、うちの部には。今の人より？どんな人？会ってみたい。そのうち起きてきますよ。とにかく紹介するよ。田畑さん、よろしく。栗田さん、おめでとうございます。花村さん。おめでとう。アンです。よろしく。皆さんのことは彼からよく聞いています。今日は谷村部長に仲人をお願いしに来ました。よし、三沢君とアンの婚約を祝してパーッと行くか。いいですね。今日は私のおごりだ。おごり？部長、俺も行きますよ。俺も。分かってるよ山岡君。君を置いて行くわけないじゃないか。そうならいいんですけど。こちらどなた？ここだ。お客さん、お釣り。いやすまん。よし、今日は飲むぞ。おごりだと張り切るんですね。なんだその言い方。俺はね、三沢とアンの婚約祝いだから。谷村。土田じゃないか。いや懐かしいな。元気だったか？こんなに大きくなりやがって。おいかな、何照れてんだよ。部長、我々先に行ってますからね。なんだ？出かけるところだったのか？部下とちょっと飲み会でな。そうか。よし、それじゃあ俺も付き合おう。おいアン。強いのね。はい、私大学の時2年間日本にいてお酒の味を覚えました。
しかし土田さんと部長が中学の同級生だったなんて。谷村、こんなに大きくなってよ。トミー君うまいうまい副部長。トミー君、いい加減にしたまえ。部長照れてる。ねえ土田さん、谷村部長の中学時代ってどんなだったんですか？そりゃもちろん成績優秀、貧困法制、天真爛漫。ところがどっこい、隠れてタバコは吸うわ、クラスのマドンナにちょっかい出すわ。土田、つまらんこと言うな。谷村部長の隠された過去が今明らかになる。トミー君、土田、お前俺のところに何しに来たんだ。用があったんじゃないのか。そうそう。私こと土田義介、この度20年勤めた農協を辞め、新しい独自の活動を始めました。つきましては、私の活動を東西新聞で取り上げていただけたら幸いと思いまして。はい。はいはい、そちらの方にも。米の輸入自由化反対党。ずいぶんわかりやすい名前の党ですね。読んで字のごとしだな。皆さんもすでにご存知のことと思いますが、来週早々日米の米問題の本格的交渉が始まります。アメリカ側の代表もすでに来日しており、日本は今不運急を告げ、危急存亡の瀬戸際に立たされているのであります。土田、もっと冷静に落ち着いて喋れんのか。いや、すまん。つまり土田さんが言いたいのは、日本政府はアメリカ政府の圧力の前に弱腰になって米の輸入自由化に踏み切ろうとしているということですか。そうです、その通りです。安い米が入ってきては日本の米作農家は潰れてしまいます。米作農業こそ日本の農業の根幹。米作農業が滅びたら日本の農業も滅びる。何としても米の輸入自由化を阻止しなければなりません。何卒皆さんご協力ください。しかしもう遅いんじゃないですか。政府内部ではもう自由化を決めたと言われているしな。たとえ政府が一旦自由化を決定したって、もう一度覆させればいいんです。外国からの米は一粒たりとも日本には入れない。しかしそういう考え方は今の世界では通用しないんじゃないでしょうか。例えば半導体は産業の米と呼ばれるぐらいに現代社会では重要なものだけど、日本はアメリカの半導体市場のかなりの部分を占めているじゃないですか。おいおい、米と半導体を一緒にしないでくれ。米は日本人の魂だぜ。日本人の魂？ああ、日本は古来みずほの国と称してきた。みずほとはみずみずしい稲と穂のことだ。そんな国は世界中見回しても日本だけだ。さらに江戸時代大名から下級の侍まで収入は米の石高で表した。100万石の大名とは言うが、ヨーロッパで小麦100トンの上司とは言わない。毎年秋になると日本中至る所で秋祭りが行われるが、それは主に米の豊作を祝って行われるものだ。祭りは日本人の魂だ。その中心にあるのが米なんだ。正月の締め飾りだって稲で作る。日本じゃ米を主食という。ヨーロッパでパンを主食というか言わないだろ。それだけ日本人にとって米は特別なものなんだ。分かったかい？いやー、全くごもっともなお説とはいえ、その説は日本人以外には理解してもらえないでしょうね。理解しないのは日本人のせいじゃない。理解しない外国人が悪いんだ。異議あり。土田さんの意見変です。米が日本人の魂だなんて。何が変なんだ。日本人の魂と呼ぶべきものは他にもあるんじゃないですか。万葉集、源氏物語、仏教美術、陶磁器、そういう奥深い文化こそ日本人の魂でしょう。アメリカは日本と比べて若いので1000年の昔に遡るような歴史的な文化はありません。しかし若いけれど現代の文化の中でアメリカ人の魂のふるさとと言えるようなものを作りました。その一つがハリウッドの映画です。そのハリウッドの映画会社のいくつかを日本の企業が買い取りました。私たちの魂の一部とも言える文化的財産を買い占めた日本人が米の市場を決して開放しようとしない姿はアメリカだけでなくどこの国の人間から見ても不公正に思えます。
日本は世界一の貿易黒字国です。それはアメリカをはじめ各国が日本の企業に市場を開放してるからでしょう。日本は外国にありとあらゆるものを売って金儲けをしていながら、自分の市場を開放しないのは不公正です。ちょっと待った。嘘を言うんじゃないよ、嘘。大豆、小麦、柑橘類、トウモロコシ、牛肉、そんな農産物は輸入自由化している。大豆、小麦、トウモロコシに至っては 80% 以上も輸入しているんだよ。それもアメリカから一番たくさん買っているんだ。確かにこれだけ輸入しておいて不公正だと言われるとカチンとくるな。いやそらいやそらそんなこと言ったら、アメリカは自動車の市場の3分の1近くを日本に占められた上に、ビデオやテレビをはじめとする家電製品も日本にその市場を支配されてるわ。それに比べたら米を譲ることぐらい何でもないことでしょう。だから米は違うんだ、特別なんだって言ってるんだ。なんて身勝手で分からず屋なんでしょう。そんなこと言ってると日本は世界中から見放されてしまうわ。できるもんか。世界中の国が日本の科学技術と経済力を必要としているんだ。なんて思い上がった態度なの。日本人がこんな人ばっかりだったら日本の未来はないわね。アメリカの未来はとっくになくなってるよ。私不愉快です。帰ります。土田、お前少し言葉が過ぎるぞ。何もかもアメリカの思い通りになってたまるか。米は日本の生命線だ。こればかりは何があっても譲れん。何かとても嫌な予感がしました。車種、外務省の方からお電話が入っております。はい、大原でございます。あ、その節はいろいろありがとうございました。はい、谷村。はい、文化部におりますが。何ですって。おはよう。バカもん！今何時だと思ってんだ。昼だぞ、昼。昨日ちょっと飲みすぎちゃいましてね。山岡。おう、三沢。山岡さん大変。谷村部長がね。谷村君、まずいよ。とにかくまずい。外務省はカンカンなんだ。一体どうしてこんなことになったんだ。アンがダン・フォスター上院議員の妹？私もさっき三沢から聞いてな、びっくりしたところだ。それでこの間の岡星でのことをアンが上院議員に話したんだ。日本は経済力を鼻にかけ、誇り高ぶって公正な市場開放なんかする気は毛頭ないってな。そりゃあ大変だ。ダン・フォスターっていや対日強硬派の最右翼だもんな。でもなんでそれが谷村部長と関係あるのさ。アンの話を聞いたフォスター議員が怒ってな。今度の交渉の席で日本を叩きのめすと息巻いてるそうだ。しかも日本からアメリカに輸出されるものには特別税をかける法案を議会に提出するとまで言っている。過激。なるほど。それを聞いた外務省がフォスターを怒らせたのは誰だと言って社主のところへ電話をかけてきたと。山岡、なんとかならんか。このままでは谷村部長、これだ。山岡、その場にいながら何もできなかった私に責任はあります。覚悟はできております。すまない。全ては私が悪かったんだ。アンと別れる。そしてこの騒ぎの償いをする。三沢さん、山岡さん、何とかしてあげてくださいよ。谷村部長のためだけでなく、アンと三沢さんのためにも。ねえ、山岡さん。町3個で300円。300円だって。300円も持ってないなんてどういう生活してんの？山岡さん、待ってください。すいません。
てくりゃわかる。今度ばかりはアメリカ側の要求を交わすのは難しそうだ。結局米の自由化は飲まざるを得ないことになるかもしれん。冗談じゃない。そんなことを選挙区に行って話せませんよ。うちの選挙区は大半が農家ですからね。米の自由化なんて口を滑らせたらもうそれだけで今度の選挙は間違いなく落選ですよ。副総理、私たちに死ねと言われるんですか？いや、何もそんな。大体アメリカはけしからん。何が何でも自分の要求をご利用しして。ここは一つ毅然としてだな。アメリカにガンと一発食らわせてやらにはならん。しかし米一つだけのために我が国は世界の仲間外れになる恐れがある。ここは慎重にだな。面会？今どんな時かわからんのか？私もそのように申したのですが、ぜひともこれを副総理に届けるようにと。何？これは。ああ、これは私の大好物肉屋のお惣菜のコロッケ。しかも揚げたての熱々。からりと実に見事に揚がって、これは名人の仕事ですよ。おお、これはたまらん。ちょっと失礼する。いい加減入ってきたらどうだ、山岡君、栗田君。なんだ、分かってたんですか。こんなことをする人間は他にはいないよ。お忙しいところすみません。しかし本当にいい味出してるよ。何かわしに用でも？そのコロッケどこで買ったか教えますよ。その代わりと言っちゃなんですが、頼みがありましてね。頼み？聞こうか、その頼みとやら。なんだ、そんなことか。外務省が早とちりしたんだろう。いずれにせよ谷村君のせいではないよ。妹が何を言おうと言うまいと、あのフォスター上院議員はもともと対日強硬派で、日本を叩くための法律を議会に提出すると以前から息巻いていたんだ。よし、私が大原君に直接話しておこう。谷村君に責任はないってね。ありがとうございます。300円で谷村部長の首がつながったんだ。帰りにおごれよ。はい、分かってますって。ラーメンでも餃子でも好きなものどうぞ。おいおい、なんだよ、安いもんばっかりじゃないかよ。お給料日前で私だってピンチなんですからもう。そうか、この男を使ってみるか。いや、だから山岡君、栗田君、今度は私の頼みを聞いてもらいたい。はい、大原でございます。あ、副総理。副総理が山岡と栗田を貸してくれと？米の輸入自由化問題に取り組ませたいというんだ。なんですって？米問題に関してはあの二人は全くの素人ですよ。そんな大事なことを。しかし副総理の頼みだ、断るわけにはいかんだろう。ですが、本当に私たち素人にそんな大役務まるんでしょうか？素人だからこそ役に立つんだ。米の輸入については政府内部でもいろいろと議論を重ねてきた。だがどうしても意見がまとまらない。まとまらないのは議論をする連中がみんな専門家か、米の輸入問題に密接な利害関係を持った者ばかりだからなんだ。その連中の議論を聞いていて、私は大きな誤りを犯していることに気づいた。肝心な国民の意見が組み上げられていない。米問題の主役は国民だよ。毎日米を食べる国民だ。どうだろう。君たちにその一般国民の立場から意見を言ってもらいたいんだ。引き受けてくれんかね。シロ、
お前にはこれぐらいのことしかできんのだろうな。米だよ。米をこのまま放っておくのか。わかりました。やらせてもらいます。明日いよいよアメリカ側と予備交渉を持つことになった。そこで君たちの最初の仕事だが、その予備交渉の場に出席してもらいたい。フォスター上院議員はカリフォルニア州選出でおられるから、特にカリフォルニア米の輸出に熱心なわけですな。選挙区のために働くのは当然です。それでは米作農家を選挙区にたくさん抱えている日本の議員たちが米の輸入自由化に賛成できない事情もお分かりいただけますかな。ご忠告申しますが、そういう議員の方は自分の選挙区の米作農家に早く転業を進めるべきです。なんて無礼な。日本の米作農家潰してしまえというのか。バカバカしい。それじゃ交渉にならんよ。まあまあ、今日の予備交渉の場は歯に衣着せずお互いに率直な意見交換ということで。では言わせてもらいます。まず私は日本人はとてもかわいそうだと思います。なぜなら日本人は安くて美味しい米があるのに高い米を食べさせられているからです。何を言ってるんだ。そりゃ日本の米はカリフォルニア米に比べりゃ高いが味が違うよ、味が。だいたい米の味がアメリカ人に分かるのかね。驚いたね。おにぎりが出てくるとは。こりゃ用意周到だ。このおにぎり、一つはカリフォルニア米、もう一つは日本の米です。どちらが日本の米か当ててください。まさか味見させられるとは思わなかった。カリフォルニア米なんかすぐわかるさ。なんだって外米なんだから。これは簡単だ。この三角の方が日本の米だよ。なんか変だぞ。これは。確かに三角の方がもちもちして弾力があって風味もいい。間違いない。こっちが日本の米だ。それに控えこっちはバサバサで風味も悪いカリフォルニア米だな。なんでこんな分かりきったテストを。実は皆さんに謝らなければなりません。謝る？何のことだい？実は2つともカリフォルニア米だったのです。皆さんが日本の米と思ったのはカリフォルニア米の上級品、もう一つの方は中級品。汚いよ、ペテンにかけるなんて。騙したのは確かに卑怯でした。しかしこれでお分かりいただけたでしょう。カリフォルニア米は美味しい。しかも値段は日本の米の数分の1。こんなに安くて美味しい米を食べられない日本人はなんてかわいそうな国民なのでしょう。フォスター議員にご忠告いたします。こんなことでは日本にカリフォルニア米は売り込めませんよ。おお、なぜかね。その訳は？それはあなたが商売の原則を無視しているからです。何？商売には3つの要素があります。まず売り手、次に商品、そして買い手。しかしあなたが今考えているのは売り手のことばかりだ。アメリカの米作農家が米の販売を拡大したい気持ちはよくわかります。アメリカ政府が米を突破口にして日本の市場開放を押し広げたい気持ちもわかります。しかしそれだけでは商売は成り立ちません。肝心の商品と買い手のことを忘れているからです。バカなことを言うな。私が買い手である日本人のことを忘れるはずはないだろう。現にこうしてカリフォルニア米が美味しいことを証明してみせたではないか。なるほど。ちゃんとした炊き方をすればカリフォルニア米もあえてまずいとは言えません。しかし日本にはコシヒカリ、笹錦、秋田小町、一目惚れといったいわゆる銘柄米があって美味しいという評判をとっています。そんな銘柄米と比べてもカリフォルニア米は美味しいと言えると思いますか？そうだそうだ。
100歩譲ってコシヒカリや笹錦の方が美味しいとしてもキャリフォルニア米の方がずっと安い。そこです。あなた方が買い手である日本人を分かっていないところは、日本人は米の味に執着します。安ければいいというわけではないのです。日本では米の品種改良競争が未だに続いています。それはより以上に美味しい米を求めてのことなのです。例外に強いとか収穫量が多いとか、そんなことより味を第一に優先させるのです。栽培しづらくても味の良い米を栽培する方を日本の米作農家は選びます。一番美味しいカリフォルニア米の味は日本の政府標準米よりは上だが、コシヒカリ、笹錦など銘柄米には遠く及ばない。その程度の味の米が安いからといってそんなに売れるとは思わない。そんなことはない。中より上の味の米が今よりずっと安く買えるならみんな喜んで買うはずだ。ところがもう一つアメリカの米が抱えている重大な問題がある。実はその問題が一番大きいのだが、アメリカ側は全く無視している。何のことだ一体。安全性の問題。つまり穀物を収穫した後にかけるポストハーベスト農薬の問題です。アメリカから日本に貨物船で運んでくるときに途中カビが生えたり虫がついたりするのを防ぐため薬品を使う。田や畑で稲の段階の時に農薬を使うことさえ危険が指摘されているのに、収穫され脱穀された後で直接薬品を散布されるのだから、人体に対する影響ははるかに大きい。そこでアメリカでのポストハーベスト農薬の実態を調べた日本の消費者団体などは危険を指摘している。くだらないな。そんなのは米の市場開放に反対する連中の策動だ。それでは上院議員、あなたはアメリカのポストハーベスト農薬の実情を掴んでいるのですか？何も問題ないはずだ。あなたは問題がないと口で言い張るだけで我々を納得させる証拠を提出しようとしない。ポストハーベスト農薬の危険性は誰でも知っているんです。それは単なる言いがかりだ。米を日本に入れさせないための言いがかりに過ぎん。我々が自分の食べるものの安全を確かめたいと言っているのに、それを単に言いがかりだと言って切り捨てるのはフェアな態度と言えるのですか？何？アメリカ産の米が日本人の健康を害するかもしれないのに、そんなことを無視する態度がフェアと言えるのですか？あなた方が本当にフェアであるならば、美味しいとか安いとか言う前に安全な米を持ってきてください。副総理、日本政府はまともに米問題を論議せず、わけのわからぬ人間に予備交渉の場を混乱させ逃げようというわけですな。それならば我々にも考えがある。日本に厳しい制裁を加えざるを得ない。フォスター議員。山岡さん、あの男はなんてことをしてくれたんだ。ポスター上院議員をあんなに怒らせてしまってはおしまいだよ。我々が今まで重ねてきた努力も水の泡だ。あのバカが日本を窮地に陥れたんだ。さっきは山岡さんの言うことに賛成していたのに。副総理、どういうおつもりなんですか？こんな新聞記者風情に言いたいことを言わせて。これは国際問題ですぞ。このままでは大変なことになる。どうしたらいいのか。どうしたら。山岡君を引き込んだのは私だ。私が責任を取る。おう、ではお待ちください。栗田君、皆さんにお尋ねします。山岡が何か間違ったことを言ったでしょうか？山岡が言ったのは全て真実ではありませんか？だとしてもだ。本当のことを言えばいいってもんじゃないんだよ。政治の世界というのはそんな単純なものじゃないんだ。女子供の出る幕じゃない。引っ込んでいたまえ。女子供でない大の男の皆さんが相手に真実を言えないのはなぜですか？何？小娘が生意気言うな。我々を侮辱するのか？分かった。ふうな口を聞くな。出て行け。嫌です。今までの日本政府の交渉の仕方を見ていると、
相手と揉めないようにすることしか考えていない。そうとしか見えません。その場その場でごまかして少しずつ妥協する。でもそれは根本的な解決になっていないから、しばらくするとまた問題が蒸し返される。するとまた妥協する。そんな態度だから相手は日本はずるいと思う。だから脅しをかけ圧力をかけなければ日本との交渉は成立しないと考えるようになるんです。米の交渉にしても同じです。米は日本人にとって特別なものであるとか、米作農家を生贄にするのかなどと言ってもアメリカには通用しません。アメリカは日本がフェアでないと言っているんです。それならば私たちのするべきことは日本がフェアであること、そしてアメリカのやり方がフェアでないことを山岡がしたように率直に語ることではないでしょうか。栗田君の言う通りだ。我々はアメリカに対してもっと率直に言わねばならぬ時なのだ。米の安全性については我々政治を担当する者がもっと真剣に考えなくてはならない問題だ。山岡君にその問題を提起してもらったことは非常に良かったと思う。しかしそれではフォスター上院議員はどうするんです？彼はこいつの言うことに腹を立てて日本に制裁を加えると言ってるじゃありませんか。そこから先は我々の仕事だろう。政治家としての力量が問われているのだ。非常に新鮮だった。よく言ってくれた。専門家の方々を前に生意気なことを言ってしまって。山岡君にしてもそうだが、2人を起用してよかったと思ってる。我々政治家は本音と建前を使い分けてばかりいるが、真摯に率直に本音を語ることの大切さをじっくりと分からせてくれた。それよかったっすね。さて、肝心のフォスターの機嫌を直させるにはどう料理するかだ。料理つってもあの調子じゃねえ。速やかに手を打たんとこじれるばかりだし。私やってみます。何かいい知恵があるかね？できるかどうかわかりませんけれど。副総理、山岡さん、黙って私に協力していただけないでしょうか。そりゃあ喜んでするが、一体。一体何を考えてるんだか。内緒。いつもとは立場が逆だけど、たまにはいいじゃないの。降りないの？まだ他に回るところがあるんです。お疲れ様でした。ちょっと。そんならどっか飲み屋の前で降ろしてくれればいいのによ。よりにもよって会社の前だなんて。いいですか？余計なこと言わないでくださいよね。はい。兄と会う約束は取り付けられなかったのに大丈夫なの？まあなんとかなります。なんだよ、任せとけみたいなこと言っといて。もちろんベストは尽くします。今回の主役は君だからね。私が兄に余計なこと言ったばっかりにこんな。アンの責任じゃないわ。あの時の土田さんの態度はちょっと問題だったもの。それにアンのことがなくてもフォスター上院議員はそもそも。いや、もうこの話はやめておこう。日本とアメリカの関係がこれ以上こじれたら私たちも困るし。そうよね。二人の幸せのためにも頑張らなくっちゃね。責任重大だわ。でもどうやってフォスター上院議員と？
ちょっと強引だけどなんとか会ってみせます。余裕ですね。日本人は人一倍礼儀を重んじると聞いていたが。申し訳ありません。部作法は承知の上でお伺いしました。何の用だね、わざわざ押しかけてきて。またポストハーベストがどうしたと根も葉もないことを言って私を怒らせに来たのか。それはアメリカの上院議員なんて随分ケツの穴が小さくても務まるんですね。なんだと。上院議員、あなたは今山岡が言ったような方ではないと思いますが。何を企んでいる。とんでもない。先日はおにぎりごちそうさまでした。そのお返しに副総理が上院議員をお招きしたいと言っておりますが。おお、副総理が私を。はい、本来ならその筋を通してお招きすべきでしょうが、プライベートにお誘いしたいと言っておりまして、それでずうずうしくも私どもがこうして。副総理が何を考えておられるのか知らんが、断るとその男に何を言われるかわからんし。よろしい、お受けしよう。ありがとうございます。どうして動物園なんだ？疲れたって言うから休みに来たんじゃないですか。いやだからさ、もっとこう泡が出て苦くってキュッといけるようなと。山岡さん、早く来てこっちほら。聞いちゃいねってか。なんなの。ほら可愛いでしょ。伺うところでは上院議員は東洋の陶器にご興味がおありだそうで。特に日本のものが大好きです。仕事が終わったら美術館にでも行って何か見つけて帰ろうと楽しみにしているんです。それではこんなのはいかがでしょうか。おお、これは見事だ。その鉢はアワビをかたどってその上に素晴らしい絵をつけて傑作です。大変なものだ。上院議員は本当に陶器がお好きと見える。良いものをお分かりになる。私を試したのですね。とんでもない。感心しただけです。実は上院議員、その器を作った陶芸家をここに招いているのですが、日本を代表する芸術家の一人で料理に関しても第一人者なのです。それは興味深い。ぜひ会いたいですな。こちらにいらしていただくように。
貝原雄山と申します。フォスターです。素晴らしい器です。感動しました。恐れ入ります。もっと他にあれば見せていただきたいのですが。私の器は料理を盛り付けた時に一番美しく見えるように作ってあります。ですから今宵は料理も一緒にお出ししたい。おお、それは楽しみです。あなたは料理に関しても第一人者だということですから。ホスター上院議員は日本にアメリカの米を輸入させることに力を入れておられるということなので、それにちなんだ料理を用意しました。我々日本人が米に対してどんな思いを抱いているか、それをお分かりいただけるような料理です。これは汚いやり方ですな。料理に名を借りて日本の立場を主張し、私をやっつけようというのですな。これではごちそうではなく騙し討ちではありませんか。陶器を見る目がおありなら、そこにある作品から私がどんな人間かお分かりいただけるはずですが。確かにそんな人間にこのような作品は作れない。たかが料理です。美味しいかまずいか、それだけのことです。それを味わうだけの余裕がないとは思えませんが。雄山、何を企んでいるんだ。君たちのおかげで思わぬ経験をすることになりそうだな。きっと素晴らしい経験になりますわ。では。これは備前です。土をこねて焼いただけのものです。上薬も何も使ってありません。上薬を使わずに。登り窯という特別な窯に詰めて、松の薪で丸1週間炊き続け、火を止めてからまた1週間かけて熱を冷ましてから窯出しするのだが、薪を炊き続ける間に灰が器の表面に吹きつけられ、その灰がまた炎の熱で溶けて自然の上薬になる。おお、土だけでこんな味が出るものなのか。その杯は刷毛目模様、皿は糸巻きの形に似せた糸巻き皿。皿の上に乗っているのは船寿司です。船寿司。これは強烈だ。しかし悪くない。複雑な大人の味だ。あら、日本人でも船寿司は食べられない人がいるのに。フランスのチーズの中にはもっとすごい匂いで、もっと塩辛いものがあるからね。その船寿司、日本酒と素晴らしく合う。西洋ではガラスの器で酒を飲むが、文化の違いというものだな。ああ、すっきりした香りだ。味も芳醇。確かに船寿司の味がぐっと引き立つ。しかし日本酒とはこんなにうまいものだったのかな。それは今まで本当の日本酒をお飲みになっていなかったからです。今日のこれは本物の日本酒です。上院議員は確かな舌をお持ちなんですね。わかめと赤貝の酢の物。器は備前の割り山椒といって山椒の実の弾けたのをかたどったものです。備前とは実に味わい深い。純粋に土と火の味を味わえる焼き物です。これは貝と海藻、それにビネガーが。こういう味は西洋にはまずない。この酢の物というのは西洋のサラダとはまた違った風味ですからな。それに合うのは日本酒だけです。なるほど。器は備前、ひだすき、中皿。ひだすきというのは皿の表面の赤い線状の模様のことです。備前焼きで焼くときに器を何枚か重ねて間に藁を敷くが、その藁が燃える際にこのような赤い線状の模様を残した。最初は偶然から始まったが、今では意図的に藁を使ってひだすき模様を作ります。この魚はイワシです。その横に添えてあるのは大根のぬか漬けです。
日本では米のぬかに野菜をつけて漬物を作る。ぬかが発酵してうまみを出す。そしてイワシを酒、醤油、みりん、生姜で煮るときに大根をつけたぬか味噌を一すくい鍋に入れてできたのがイワシのぬか味噌煮。ぬか味噌はイワシの生臭さを消し、味をふっくらと豊かにし、艶も良くなる。イワシというのは脂の強い魚だが、これはそのくどい匂いが全然気にならぬように仕上がっている。味も上品だ。日本の庶民が日常の惣菜として食べる料理だが、気に入っていただいて何よりだ。しかし貝原さん、これまでの料理、米の輸入自由化とどんな関係があるんですか？はて、お分かりいただけていると思っていたが、今までの料理も器も米の存在がなくしては語れぬもの。何？米作民族ではない方には難しかったのかもしれない。どうだ、説明して差し上げては。はい、やってみます。このお嬢さんが？まずお酒です。今日お出ししたのは米だけで作った純米酒です。米から酒を作るのは米作農業の国日本ならではのことだと思います。船寿司は一旦塩漬けにした船を米に漬け直して米の発酵作用で保存も効き、この独特の風味を持つ製品に仕上げるのです。なんと、このチーズにも似た風味は米の発酵によって得られたものなのか。次の酢の物ですが、用いた酢は米から作った米酢です。西洋ではブドウから作ったワインビネガーやリンゴ酢をよく使いますが、野菜サラダなどには具合が良くても海産物には生臭さを感じさせるので合いません。海産物と合わせて美味しいのは米から作った米酢だけです。米酢とワインビネガーにそんな違いがあろうとは。イワシのぬか味噌煮と大根のぬか漬けについて言えば、影の主役は米のぬかです。ぬかは言うまでもなく、米を精米するときに削り取られる米の粒の外側の部分で胚芽なども含んで栄養に富んでいます。廃物であるぬかを捨てたりせず、ご飯のおかずには欠かせない香のものをつけるのに使うのも米と馴染んできた日本人だからこそでしょう。本来は捨てるべきぬかまでも。どの料理をとっても日本人と米の結びつきの深さ、切っても切れぬ関係にあることがよーく分かった。それともう一つ、器のことですが、貝原氏は素晴らしい陶芸家だということは分かったが、どうやら備前焼きが専門らしいな。確かに日本では陶芸家は一つの焼き物を専門に焼くことが多いが、私の場合いろいろな技法を極めたいので、九谷も織部も瀬戸も焼く。ではなぜ今日は備前ばかりを？シロ、お前にわかるか？なぜ私が備前ばかりを使ったか。情けないやつだ。わからんのか、備前の基本が。何を分かりきったことを。備前の基本は土と火だ。その土は？土。そのことが。上院議員に説明して差し上げなさい。どういうことですか？備前焼きは土と火だけの焼き物ですが、一番良い土は水田の下から取れるのです。水田？アメリカの米は乾いた畑で栽培されるが、日本では水を張った水田で耕します。畑だと大雨が降ったり、乾燥した後に風が吹いたりすると氷土が洗い流されたり吹き飛ばされて失われることがあるが、水田は周囲をあぜで囲ってあるから氷土を失うことがない。したがって何十年も経つと水田の下にはきめの細かい良質の土がたまる。その土を使うのです。水田にはそんな利点があったのか。水田から掘り出した土もすぐには使えません。5年も10年も寝かせてからようやく使い物になるのです。なんと、このとっくり一つにかけられた長い年月と人間の努力を考えると頭が下がります。それともう一つ、日本人の米作りがこうして芸術の分野にまで深い関わりを持っているということにも心を打たれました。
アメリカがいくら米を日本に買わせようとしても、日本人が米に寄せる特別な思いを無視してはうまくいかないということを悟りました。しかしながら私はやはり貿易の自由化は世界の平和と発展のために重要だと思います。その立場から私は日本政府に米の自由化を促す努力を続けます。だがこうして日本人の米に対する思いの深さを理解した今となっては、米の自由化が迅速に進まないからといって請求に報復とかペナルティとかを課すようなことはいたしますまい。文化の違いということを考えてじっくり時間をかけて交渉を続けようと思います。もちろん日本政府もこの件では前向きに取り組んでおりますが、何せ国内事情が複雑なので簡単には参りません。時間がかかりますが、そのようにおっしゃっていただければ私どもも円滑に諸問題を整理できるというものです。副総理、その言い方は問題ですな。米の輸入解禁を上院議員に保証した形になる。いや、私はただ。当然我々としては日本政府は米の自由化の方向に進むものと理解しています。ある程度遅れたり手間取ったりしても仕方がないが、輸入自由化の方向を取らないというのは考えられない。結構でしょう。米の輸入自由化はもはや政治問題になってしまっている。私は上院議員に申し上げたい。たとえ日本が米の輸入を自由化してもあまり期待されないように。それはまたなぜ？輸入を自由化した牛肉を見てごらんなさい。アメリカから見たら法外な値段の和牛の肉は昔ながらの売れ行きなのに、輸入牛肉は思ったほど売れていない。同じことが米でも起こるだろうと私は予測している。差し上げた料理を吟味していただければ、私の心配が根も葉もないことではないとお分かりになるはず。もちろんこれからも私が腕によりをかけた料理がまだまだ出てまいりますが、それをいただきながらいろいろ勉強させてもらいましょう。アメリカとしてはどうしたらよいか。そんなことよりとりあえず私の料理を単純に楽しんでいただいた方が良いかもしれませんな。よし、大いに食べかつ飲むぞ。貝原先生、このお礼はいずれ改めて。いやー、助かった。上院議員も我々の立場を理解してくれたし、これでこれからの交渉も円滑に進むよ。よかったですね。それにしてもよく貝原先生を説得できたものだ。ええ、それには訳があるんです。どんな？貝原雄山は山岡さんに責任を取ったんです。何？責任だと？ええ、この前山岡さんと別れた後、突然やってきて何を言うかと思えば責任を取れだと？どういうことだ？以前山岡さんにこのまま米の輸入問題を放っておくのかとおっしゃいました。その言葉を真に受けて米問題と真剣に取り組んでいます。その結果今窮地に追い込まれています。山岡さんを焚きつけたのは貝原さんです。しかもこれは山岡四郎一個人の問題ではなく日本全体の問題です。貝原さんは責任を取るべきだと思います。なるほど、そんなやりとりがあって。素晴らしい陶芸作品、驚くべき料理の腕、そして強烈な説得力。その全てを持った貝原雄山でなければ上院議員の心を動かすことはできなかったろう。その貝原雄山を動かした栗田君も偉い。いえ、私はただ。不愉快だな。何も雄山の助けを請わなくても俺は解決できたんだ。おいおい山岡君、それはないだろう。副総理、何をのんきに喜んでるんですか？
上院議員はこれまでの姿勢のまま日本に米の輸入自由化を迫ると言ってるんですよ。これでは何の解決にもなってませんよ。しかし副総理、いや素晴らしい料理をご馳走になってありがとうございました。おかげで今後の交渉にかける力が湧いてきましたよ。いやいや、お手柔らかに願いますよ。力が湧いているならちょうどいい。まずアメリカ側の不公平を除く努力をしていただきましょう。何？山岡君。アメリカ人はフェアであることを重んじる国民でしたよね。君はまたポストハーベスト農薬の問題を蒸し返す気なのかね。あの問題はもう解決済みのはずだが。ニホンザルを見に行きませんか？猿？ニホンザルはチンパンジーやゴリラなんかと違ってまた別の可愛さがありますよ。猿と米と何の関係があるのかね。上院議員にフェアを重んじる精神とちゃんと座った肝があれば見るべきものは見えるはずです。よろしい。一体何を考えてるのか知らんが挑発に乗ってやろう。山岡さんたらずるいんです。突然猿を見に行くなんて言っておいて、そのくせ訳を話してくれないんです。教える代わりに貝原雄山も誘ってこいって。自分でやりたくないことは全部私に押し付けちゃっても。でも米と猿、一体どんな結びつきがあるのかしら。貝原先生、遠いところご苦労様です。ありがとうございます。礼には及ばん。たまには猿を見るのも良いものだ。生地の人間よりよっぽど上等だからな。アメリカでもそうですよ。特に政治家ときたら猿のボス争いより浅ましいですからな。いやいや、それは日本でも同じことで。いやポスター上院議員殿、新聞やテレビで拝見してますよ。土だ。日本に殴り込みをかけてきた勇気は買いますが、返り討ちですな。お兄様、この人よ。米の輸入自由化反対党の党首で。外国の米は一粒たりとも日本には入れさせない。米作農業こそ日本の生命線だ。麗しき大和島根瑞穂の国、敵に踏まずなそれへの地。おいよせ、土だ。ポスターやめんか。なんだよ山岡、こうやってこれだけの人間を集めたのはただ単に猿を見せるためではあるまい？そろそろ訳を説明してくれ。その前にこの猿の楽園の飼育係の正村さんをご紹介します。正村です。今日はようこそいらっしゃいました。では正村さん、お願いします。はい、皆さんこちらへ。ほう、ずいぶんたくさんいるね。なるほど、これが日本猿ですか。確かにチンパンジーなんかとは違いますね。可愛いわね。この子。どうした？手がない。何かの事故で？いえ、生まれつきのハンディキャップなのです。なんと哀れな。あの猿は足がない。なんて悲惨な。かわいそうに、こっちの猿は右腕が。他にもいるようだが、やはり生まれつき？そうです。ここだけで10匹以上います。生まれてすぐ死んでしまったのも入れればはるかに多い数になります。なぜだ。なぜそんなにハンディキャップのある猿がこんなに生まれるんだ。農薬と除草剤だと言われています。何？死亡した猿を解剖したところ、肝臓腎臓から健康な猿の5倍から7倍もの量の有機塩素系農薬が検出されたのです。ここの猿は全て野生の猿です。私たちは観光資源にするために餌を与え、餌付けをしました。呼び寄せるために与えた小麦やトウモロコシに残留農薬が含まれていたのです。それを妊娠中の母猿が食べて体内の胎児に悪影響を及ぼし、
このようにハンディキャップを持って生まれてきてしまったのです。でその穀物はどこで取れたものですか？アメリカです。アメリカから輸入した穀物に農薬が残っていたのです。そんな。ほら見たことか。小麦やトウモロコシに残留農薬があるのなら、米だって残留農薬まみれのものを持ってくるに決まっている。だからアメリカさん、猿が食べるのは園内のものだけですか？いいえ、この辺りは野菜や果物の栽培と稲作が盛んです。猿たちは田や畑に入って穀物や果物を食べます。この辺の農家は収穫するまで何度も農薬をかけます。除草剤も使います。ですからアメリカからの輸入穀物か周囲の作物にかけられた農薬か、原因をどちらか一方に限定することはできないのです。何を言うか。危ないのはアメリカ産の穀物だ。土田さん、あなたは以前農協の幹部だったそうですね。それがどうした？ご自分でも農業をしていましたか？もちろん。それでは多分自分の家で食べる作物と出荷する作物は別の畑で作っていませんでしたか？自家用の作物には農薬を使わず、売りに出す作物には農薬を使う。違いますか？しかしそれは、例えばキャベツに穴が開いていたりしたら値段はうんと安くなるし、第一農協の審査にはねられて売ることもできなくなってしまう。それは見てくれだけに心を奪われる日本の消費者が愚かなこともあるでしょう。しかし日本は単位面積あたりの農薬の使用量が世界一と言われています。農薬を作る会社と結果的に結びついて農家に農薬を使わせるようにしてきたのはあなた方だったじゃありませんか。さらに農家に今月の農薬作業予定表などを押し付け、指定通りの農薬作業をしないとその農家の作物を受け入れない、そう訴えている農家の人を取材したことがある。自家用の米は農薬を使わずに栽培し、一般に売り出す米はそんなもの危なくて食べられない。自分が作った米なのにそう言っている農家は珍しくないんです。そんな米を平気で売っておいて、日本の米作農家はどうしてアメリカからの輸入米が危ないなんて言えるんですか？それは卑劣なまやかしとごまかしだ。猿は農薬のかかった作物をそのまま食べるし、人間のように他にいろいろ食べる選択肢がなく、そればかりを食べ続けるから被害が大きくなったんだろう。人間は猿に比べれば被害は小さく現れる。しかし長い目で見れば同じような被害を人間にも与えるのだ。このままの農業を続けていけば我々人間がどうなるかをこの猿たちが示してくれている。この間備前の器を見せながら、日本人と米は深いつながりを持っていて芸術の分野にまで関わりを持っていると言ったな。こういう猿たちを産ませ、ひいては人間にも同じ被害を与えかねないこんな米作りが日本人の心と深いつながりがあるというなら、一体日本人とは何だ？金のためなら同胞の健康を害することも気にしない。そんなものは人間じゃない。何が芸術だよ。米作農家は日本の生命線だと言いました。しかしこんな米作農家なら滅んでしまった方がいいんだ。それとも国民が危険な米を食べて滅びる方がいいというんですか？いやまさか。あなたはまた米は日本人の魂だと言いましたね。農薬まみれの米、確かにそれが荒廃した日本人の魂の象徴なのかもしれない。あなたはアメリカのポストハーベスト農薬の危険性を認めようとしない。しかもアメリカ政府は日本政府に圧力をかけて、今まで日本で使うのを認められなかった薬品を何種類も認めさせた。日本はすでにアメリカから大豆、小麦、柑橘類などの果物をたくさん輸入している。その全てにポストハーベスト農薬が使われている。その薬品の中にはアメリカ国内用では使われず、日本に輸出する作物だけに使われるものもある。フォスター上院議員、
それがアメリカ式のフェアというものなのですか。農薬まみれの国内産の作物を食べ、外国から輸入するポストハーベスト農薬まみれの作物を食べる。日本人は内と外から農薬価の挟み撃ちに遭っているのです。その責任の大半は日本政府にあります。外国のタフな政治家と対等に渡り合う力もなく、外国政府の圧力に屈して国民の健康問題も自分の政治生命の安泰のために売り渡す。何度も言いますが、この猿たちは近い未来の我々日本人の姿です。しかし冷静に世界の情勢を見ると、日本が米の輸入の禁止を貫くのは残念ながら不可能でしょう。アメリカと日本両国の政治家が愚劣であるばかりに米問題を政治問題にしてしまったからです。日本の商社は自由化に備えてアメリカだけではなく東南アジアの米の市場調査もすでに密かに始めている。そこで米の輸入を解禁した時、次のことが問題になるでしょう。まず第一に米作農家をどう救済するかです。コシヒカリ、笹錦などの素晴らしい銘柄を作っている農家は生き残れるが、中等米以下の米しかできない地域の農民は壊滅する恐れがある。考えてもらいたいのは、2000年の日本の歴史を支えてきたのは誰だったか。武士でも貴族でもない米作農民だったのです。その米作農家が歴史始まって以来の危機に遭遇している。それを我々が座して見ているのはあまりにも無責任だ。今こそ日本国民全体が米作農家を救済するために全力を尽くす時なのです。もう一つ問題なのは、米作農業の伝統が滅びはしないかということです。昔は貝原さんのおっしゃったように、米と日本人の心は温かく太い糸でしっかりつながっていました。でも効率と収穫量増大ばかりを追求する近代農業のおかげで、そのつながりは以前ほど強固ではありません。でも貝原さんの器を見ると、日本人が米をはじめとする農業と濃厚なつながりがあったことが本当によくわかります。これからも素晴らしい作品で日本人の心のふるさとを描いて、日本人と米の温かいつながりを私たちに思い出させていただきたいのです。望むところだ。嬉しい動きがあります。この本を見てください。この中に紹介されている米作農家は、真面目に安全で美味しい米作りに努力している人たちです。こういう農家のあり方こそ、米の輸入解禁後に生き残るための一つの生き方です。農業の原点に戻る土作りで美味しい米をお届けします。じっくりと時間をかけて安全で美味しい米作り。農薬使用の反省から町ぐるみで原農薬に挑む。こういう農家が存在する限り、日本の米作農業の伝統が消えることはない。心強いことです。なるほど、これはいい。無農薬無除草剤、安全で美味しい米か。ポスター上院議員、農薬の問題は日本だけのものじゃないのです。アメリカの農民だって農薬禍で苦しんでいる。21世紀の人類の重大な課題の一つは、農薬をどう取り扱うかではないでしょうか。よくわかった。私はアメリカの米を何が何でも日本に輸出できるように努力しよう。山岡の言ったこと分かってくれたんじゃなかったのか。日本の米に比べて一歩も引けを取らない安全で美味しい米を持って日本の市場に攻め込もう。よろしい、上院議員。こちらも安全で美味しい米でアメリカを迎え撃ってやる。一粒たりとも負けんぞ。勝負だ。フェアな勝負を。もちろんだとも。
が米の輸入を解禁することになっても、米作農家の救済、米の安全性、そして米作農業の伝統を守ること、この3本柱を我が政府は命がけで遂行することを約束します。では続いて天気予報山岡です。さん、何やってるんですか。遅刻ですよ、遅刻。待てど暮らせど来ないから、田畑さんたちには先に行ってもらいました。ああ、そう。どこへ？揺れに揺れた三沢さんとアンの仲も元通り収まり、今日は晴れてその結婚式。でも日米米問題はまだ解決したわけではありません。この先一揺れも二揺れもありそうです。私たちはこれからも日本とアメリカの動きに注目して、米問題に真剣に取り組んでいきたいと思っております。それにしても幸せそう。私も頑張らなくっちゃ。あれ、取っちゃった。私が取ろうと思ってたのに。そう。山岡さん、私がお嫁に行けなかったら山岡さんのせいですからね。